こんにちは、代々木の家のカイトです。最近インスタとか YouTube で、代々木の家の床ってどういう素材使ってるんですかっていうような質問を多くいただいてたので、今回はですね、各部屋の床の紹介をしていきたいと思います。それぞれ部屋ごとに床の素材変えてるので、どういった素材使ってるかっていうのと、どうしてそういう床を選んだかっていうのを、それぞれ部屋ごとに説明していきたいと思います。ちなみに部屋全体の雰囲気についてはルームツアー動画を上げてるのでぜひそちらをご覧ください。じゃあまずダイニングとキッチンの床についてですけど、この部屋は奈良のフローリング材を使ってます。フローリングって木材の種類でだいぶ雰囲気が変わったり、あとは幅とかフローリングをどうやって仕上げるかで結構風合いが変わってくるんですけども、うちの家は奈良の木を使ったフローリングにしてます。で、幅も15センチのフローリングを使っていて、一般的な例えば賃貸とかフローリングって、幅が、9センチとか12センチのものが多いんですけど、代々木の家のダイニングでは、15センチっていう少し幅広のフローリングを使ってます。でもちろん9センチとか12センチのフローリングも使ったりするんですけど、ダイニングルームここ比較的開放的で大きい平面のお部屋だったので、フローリングもそれに合わせて幅広にして、あんまりこう細々としていないようなおおらかな雰囲気にしたかったのでこういった建材を選びました。フローリング使う時って塗装の種類って大体大きく2種類に分けられるんですけど、オイル系だと結構自然な風合いになるけどちょっと汚れに弱くて、一方でウレタン系にするとちょっと風合いは落ちるんですけど機能性は上がるんですが、この部屋はオイル系の塗装を使って、なるべく木そのものの風合いが出るような仕様にしています。ちなみに、ゲストルームも同じ奈良のフローリング材を使ってるんですけど、ゲストルームはダイニングルームに比べて部屋が小さいのと、あとちょっと部屋ごとに変化をつけたかったので、ゲストルームのフローリングの幅は12センチのものを使ってます。次はオフィスリビングの床なんですけど、ここは、モルタルの床にしてます。モルタルの床にした理由としては、モルタルを、床に使うと、結構その雰囲気としては土間みたいな雰囲気の空間になると思うんですけど、そういう玄関の入り口にある雰囲気とか、そのちょっと外っぽい雰囲気みたいな空間を家の中心に作りたかったので、この部屋の床は、モルタルの仕上げにしてみました。部屋の中でその玄関の周りとかポイントでモルタルを使うのはコスト的にもそこまで大きい問題にはならないので、モルタルを住宅の中でポイント使いするのは個人的にはすごい面白いんじゃないかなと思ってます。あとモルタルじゃなくて最近はモルタルみたいな質感のもっと薄いモールテックスとか、そういった別の素材もあって、そういったものって、色味も含めていろんなバリエーションがあるので、そういうのを使ってみるのも面白いんじゃないかなと思います。次はトイレの床なんですけど、うちでは唯一タイルを使ってる部屋になります。水回りなので比較的水に強いものを普段から選ぶんですけども、うちの場合は結構お客様とかがトイレ使うこと多いので、いわゆる一般的な塩ビのタイルとかじゃなくてちゃんと石のものを選んで高級感が出るようにしました。トイレの部屋の形が細長かったのでタイルもそれに合わせて長方形のものを選んでます。次オープンストレージの床なんですけど、インスタとかでもこの部屋の床何使ってるんですかっていうのが一番よく聞かれるんですけど、ここでは、アクアクリーン U っていう商品使ってるんですけど、これ水性のいわゆる防塵塗料って言われる、一般的な床とか壁とかを仕上げる塗料で、それの、白い色を使ってるんですけど、確か3回ぐらい上塗りしてなるべく光沢が出るように仕上げてもらいました。で一応下地は普通に木下地なので特に特殊なことしてないんですけど、何回も職人さんが丁寧に塗ってくれてこういう質感が出てるんだと思います。
で、そもそも白い床ってあんまり住宅とかでもないと思うんですけど、確かにやっぱり汚れが目立ちやすいですし、そのメンテナンス性っていうところではあんまりおすすめできないところもあるんですけど、この部屋はラグとか雑貨とか、結構テクスチャーとか、模様とか質感があるものを置いて、そいつらが目立つような空間にしたかったので、床壁天井全部白く仕上げて、で太陽光が入ってきた時にその空間全体がこう輝いて見えるように床に光沢を与えるようにしました。じゃあ今日は、代々木の家の床の紹介をしてみました。これからリノベーションしようとしている方とか、今まさに床選んでいる方とかももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、今回の動画が何か参考になればとても嬉しいです。では今回も最後まで動画を見てくださってありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。